汝ら二人を夫婦とする。夢だったの。驚いた。でも私のお婿さんになる人ってどんな人かしら。おはよう、メルモちゃん。おはよう。ターコちゃん、少し急がないと朝礼に遅れちゃうわね。ほらほら、もたもたしてんじゃねえよ、チビ。ちょっと待ちなさいよ。なんだよこいつ。そのカバン、ちゃんと拾って返してちょうだい。お前たち下級生だな。それじゃ知らないだろうが、ここにいるのはな、杉村小学校の大番長鉄腕大五郎様だぞ。それがどうしたっていうの？上級生なら上級生らしく下級生をいたわるのが当たり前でしょ。あんたたちちょっと乱暴だわよ。女のくせにえらく気の強そうなやつだな。大体な、どうもお前の声は小さすぎてよく聞こえねえや。もう一度言ってみな。何度でも言ってあげるわ。番長だかなんだか知らないけど乱こいつ言うことはそれだけか。うわ、あれ、君たち弱い者いじめはいけないな。君たちは杉村小学校の生徒だね。なんだよ。それだったら後で都合の悪いことになりそうだな。早く学校へ行かんと。さあ、君たちも早く行かなきゃ遅刻するぞ。本日より我が校に新しい先生が加わることになった。ついこの間までドイツで音楽の勉強を続けておられたが、この度帰国し我が校のために音楽の教鞭をとっていただくことになった野沢先生である。盛大な拍手でお迎えしましょう。ただいま校長先生よりご紹介いただきました野沢です。音楽は国境を越えて全ての人たちを結びつけることができる平和のための学問です。この音楽を通して皆さんとお友達になれるということは、私にとってもマジ。というわけなのよ。へえ、そんなことがあったの。いい気味だわ、番長のやつ。それにしても野沢先生って素敵だわ。ねえねえ、野沢先生って結婚してるのかしら。私野沢先生だったらお嫁さんになってもいいわ。あら、結婚してたとしたらダメじゃない？いいじゃないの。結婚じゃなくてお嫁さんになるんだもん。バカね、あなた知らないの？結婚とお嫁さんになることは同じことなのよ。そんな話は鏡と相談して決めろってんだ。うるさいわね、あんたたち。ねえ、とにかく野沢先生が結婚してるかどうか調べてみない？そうね。じゃあ私とメルモちゃんでやってみましょうよ。オッケー、任せといて。先生だぞ。今から出席を取ります。秋田くん、はい。池原くん、はい。大滝くん。はい。今度は野沢先生に会えるわね。そうね。待ちに待った音楽の時間ですものね。よっ。早速だが君たちのクラスではオーケストラバンドを作っていたそうだね。そうです。それでは早速だが君たちの演奏を先生に聞かせてくれないかな。それを聞いてからそれからの授業を決めることにしよう。
わよ。先生。いや、君たちか。どうしたんだい？ん？先生は結婚してるんですか？どうしてそんなことを聞くんだい？どうしてって、別に先生はまだ独身だよ。独身？うん。つまり、まだ結婚はしていないってこと。妙な生徒たちだな、君たちは。みんなに知らせてくる。あら？野沢先生の定期入れだわ。あら、誰かしらこの人。野沢先生のお家、お医者様だったのか。それじゃまた。あ、写真の人だわ。じゃあ。先いや、メルモちゃんだったね。生、これ拾ったんです。どうもありがとう。うちはね、父も母も医者なんだよ。そうだ、せっかく来たんだから面白いものを見せてあげよう。君は確かフルートが上手だったね。ここでは他でやっていないタイ教育を実行しているんだよ。タイ教育？先生、タイ教って何ですか？あはん、その説明はわしがしよう。胎教というのはまだママのお腹の中にいる赤ちゃんに対して行う上層教育である。お腹の中の赤ちゃんというものはその時のママの精神状態に大きく影響されるもんじゃ。ママが美しいものを見たり聞いたりすれば、当然ママの心は豊かに静まる。赤ちゃんもそれに影響されて精神状態が美しいものとなる。だがその反対に、ママが醜いものや心を乱すようなものを見たり聞いたりすると、お腹の中の赤ちゃんもまあこんな風になってしまうんじゃな。へえ、タイ教ってとても大切なことなんですね。そうなのね。勉強になるわ。さーて、メルモちゃんにも一つこの胎教に協力してもらおうかな。協力って？これさ。あの綺麗な女の人、きっと野沢先生の恋人だわ。でも私だって大きくなればあんな人に負けるもんですか。
あんな人に負けるもんですか。どうも。失礼ですが、野沢先生でいらっしゃいますか？僕野沢ですが、あなたは？私、渡メルモの姉でございます。渡君。メルモちゃん。フルートの上手な。妹がいつもお世話をおかけしています。いやー、お世話なんて昨日ちょっと病院の中を見せただけですよ。いいえ、妹は大変喜んでおりました。そのお礼というわけではありませんが、音楽会にご一緒いただけないかと。音楽会ですか？私と一緒じゃいけません？いえ、とんでもない。しかし今日はお誘いいただきありがとうございました。でもメルモちゃんにお姉さんがいたなんて知らなかったな。しかもこんな美人の。美人だなんて嫌ですわ、先生。いえ、お世辞じゃなくて本当ですよ。ねえ先生、私たちも踊りませんか？今夜は本当にありがとうございました。楽しかったですわ。いえ、僕の方こそこんな時間まで引き止めてしまって。先生はドイツからお帰りと伺ったんですけど、向こうでは学校にお通いでしたの？実はまだ1年ほど学校が残っていたんですけど、急に結婚の話が出てきましてね。結婚？親父がうるさくってね。僕の方が根負けしたっていうところですね。先生が結婚？渡さん、どうかしましたか？だって先生が。渡さん、どうしました？顔色が良くない。先生、さようなら。渡さん、渡さん。今日は音符というものについて勉強してみよう。野沢先いやー、ターコちゃん、君メルモちゃんを知らないかい？生。あら、メルモちゃんならさっきずいぶん急いでお家に帰ったみたいです。そうか。ところでちょっとメルモちゃんのお姉さんのことで聞きたいことがあるんだけど。メルモちゃんのお姉さん？そうだ。先生、メルモちゃんにお姉さんなんていませんよ。なんだって？先生！それじゃやっぱり君にはお姉さんなんていなかったの？しかし僕は昨べ君のお姉さんだという人に会っているんだよ。これは一体どういうことなんだろう。ねえメルモちゃん、君にはどういうことなのかわかるかい？先生、忘れて、昨日のメルモはどうかしてたんです。メルモの姉なんてこの世にはいないんです。あの人、君のお姉さんだって言ってた人、本当の兄弟のように似ていたんだよ。
先生。そういえばメルモちゃんと似たことをどこかであったような気がする。中学生の時か、いや小学生の時か。そうだ。先生に昨日のことを忘れてもらうにはやっぱりキャンディーを使うしかないわ。ありがとう。とにかくこのことはもう少し調べてみるよ。野沢先生。私は悪い子でした。メルモの姉だなんて嘘をついて先生の心を乱してしまいました。どうか忘れてください。夢だったんです。メルモの姉なんてこの世に存在しないんです。幻だったんです。野沢くん、気分はどう？あれ、君は確か。メイコよ。君と同じクラスの友達じゃない。そうだ、メイコちゃんだっけ。ここはどこなの？私の家よ。野沢くん、遊びに来て眠っちゃったのよ。そうか、そろそろ僕帰らなくっちゃ。そうね。じゃあ私途中まで送ってってあげるわ。ねえ、鬼ごっこしながら行かない？野沢くんって古い遊び知ってんのね。古い？いいの。じゃあ鬼を決めましょう。じゃんけんぽん。あ、野沢くんの鬼よ。よし。捕まえた。今度はメイコちゃんの鬼だよ。こっちこっち。野沢くん。これあげる。ありがとう。わあ、綺麗なキャンディー。じゃあ、さよなら。さよなら、メイコちゃん。さよなら。さよなら。野沢先生。おはよう、メルモちゃん。おはよう。タコちゃん、少し急がないと朝礼に遅れちゃうわね。またお前たちか。もたもたするなってね。今日こそはぶっ飛ばしてやるぞ。野沢先生。メルモちゃん、実は昨夜思い出したんだが、
君のお姉さんって言ってた人ね。小学校の同級生だったと思うんだが、君とよく似た子と友達だったんだよ。確かメイコっていう名前の女の子でね。多分その子だと思うんだ。でもなんで君のお姉さんって言ったんだろう。すごい、メルモちゃん。みんなに言わなくちゃ。先生、野沢先生。先生の思い出の中に私が、いいえ、メイコが残ったのね。